こんにちは。こんにちは。今日は原子スケールのミクロな世界に生じる群れの物理について研究した成果についてお話ししたいと思います。それでははじめにこの研究の背景を説明していきたいと思います。私たちの身の回りには大空を飛び回る鳥の群れや水中を泳ぎ回る魚の群れなどさまざまな群れが存在しています。そのような群れを眺めていますと、一つ一つの個体がバラバラにではなく向きを揃えて集団運動をしていることに気づきます。それではどういった仕組みで向きを揃えた運動が引き起こされるのでしょうか。また鳥の群れや魚の群れといった異なった群れに共通の性質はあるのでしょうか。このような疑問に答えようとする分野の一つがアクティブマター物理と呼ばれる研究分野です。アクティブマターというのは聞き慣れない言葉だと思いますが、動くものの集まりという意味を持っています。例えば数百羽からなるムクドリの群れでは、近くにいる個体同士が向きを揃えたがるという性質を持っており、つまり協調性によって集団運動が引き起こされると考えられています。それではここで動くものの集まりをもっと一般的に考えてみましょう。そうすると人の集団や私たちの体を構成している細胞の集団なんかもアクティブマター物理の研究対象として見なすことができます。長さの単位を使って整理してみますと、メートルスケールからマイクロメートルスケール、つまり100万分の1メートルくらいのスケールにわたってさまざまな種類のアクティブマターが存在しており、それらの集団運動の性質などが盛んに研究されています。このように幅広いスケールに存在するアクティブマターですが、これまで調べられてきたのは小さくてもマイクロメートル程度で、これよりも小さなスケール、例えば原子スケールの現象は調べられてきませんでした。こうした原子スケールの物理現象は量子力学という力学法則に支配されています。量子力学では粒子の位置が確率的にしか定まらなかったり、シュレーディンガーの猫のような重ね合わせ状態を作ることができたりと、一見不思議なことが起こります。これはミクロな世界の力学法則が我々の身の回りの力学法則とは根本的に異なるということを意味しています。したがって例えばもし仮に鳥が原子スケールまで縮められてしまったら、もともとと同じように群れを形成できるのか、向きを揃えていられるのかというのは明らかではありません。そこで我々は量子の世界のアクティブマターを調べていく第一歩として、量子の世界でも群れは向きを揃えることができるのかという問題に取り組みました。私たちはこの問題に取り組むために量子の世界のアクティブマターを記述するシンプルな理論モデルを構築し、その性質を調べるというアプローチを取りました。今回考えたのはこうした一次元格子状を運動する量子力学的な粒子のモデルです。これを使って鳥の運動を真似たアクティブマターモデルを作ることを考えます。そのために右向きスピンと左向きスピンを持った粒子を考えます。スピンとはミクロな粒子が持っている小さな磁石のようなもので、この矢印がそれぞれのスピンの向きを表しています。またこの粒子間には互いに強い反発力が働いていて、同じ場所には一つの粒子しか入れないものとします。鳥の運動を真似るためにまず各粒子がそれぞれのスピンの向きに運動しやすいものとします。スピンの向きを鳥の向きとみなすと、この運動の仕方が鳥の動きと似ているものだと分かると思います。さらに鳥たちが自由に向きを変えられるのと同じように、スピンも向きを変えられるようにしておく必要があります。そのために外から磁場を加えておきます。さらに鳥たちは近くの鳥と向きを揃えたがる協調性があるので、それを反映させるためにスピンの向きを揃えたがるイジング相互作用を加えておきます。このようにして作ったのが我々の量子アクティブマターの理論モデルです。このようなモデルは一見理論的なおもちゃモデルのように思われるかもしれませんが、極低温の原子ガスとレーザー光を組み合わせることで実際に実験的に実現できると期待されているものです。磁場の大きさを一定とすると、このモデルには重要なパラメータが2つあります。1つはアクティブ性の強さです。アクティブ性が0の時は各粒子の運動のしやすさが左右対称になります。ここからアクティブ性を大きくしていくと、次第に運動の仕方がスピンの向きに応じて非対称になっていきます。これはこの図からも分かるように、鳥の運動の速さに対応していることが分かると思います。
もう一つの重要なパラメータはイジング相互作用の強さです。これが0の時は隣り合うスピンは互いに相互作用せず、これを有限にしていくとスピンの揃った状態が実現されやすくなります。これは鳥で言えば周囲との協調性に対応します。0の時は隣がどちらを向いていても気にしないのに対し、これを有限にすると協調性を発揮して隣と向きを揃えるようになります。本研究ではこの2つのパラメータを変えた時に群れの向きが揃うのか揃わないのかということを調べていきます。そのためにこの理論モデルを数式で表現し、さまざまなアプローチで調べました。得られた結果の一つがこちらです。この図はアクティブ性の強さ、イジング相互作用の強さを変えた時にスピンの向きがどの程度揃っているかを色で表現したものです。暗い箇所がスピンの向きのバラバラの状態、黄色の箇所がスピンの向きの揃った状態を表しています。この図を見るとアクティブ性を上げるとスピンの向きの揃ってない状態からスピンの向きの揃った状態へ移り変わることが分かります。これはまさにミクロの世界でもアクティブ性によって向きを揃えることができるということを示しています。このようなスピンの向きが揃う現象は共時性と呼ばれるので、私たちはこの現象をアクティブ性有機共時性と呼んでいます。今回の研究で意外だったのは、この現象がイジング相互作用が0のところでも生じるということです。というのも、これまでのアクティブマター研究ではイジング相互作用のように周囲との協調性から群れが生じるというものがほとんどだったからです。今回のようなメカニズムは量子の世界のアクティブマターを調べたことで初めて見出されたものと言えると思います。初めにも述べた通り、量子の世界でのアクティブマターはこれまでほとんど考えられてこなかったトピックで、本研究で考えた群れが向きを揃えられるかという基本的な問題すら分かっていませんでした。まだまだ多くの基本的な性質が未解明のまま残されているので、そうした問題にどんどんアタックして量子アクティブマターの物理学の基礎を確立していきたいと考えています。またそうした基礎的な問題に限らず、工学分野、デバイス技術にもつなげていけたらなとも考えています。例えば皆さんの身の回りにある磁石というのは、磁石の中にある電子が持つスピンが向きを揃えることで全体として磁石になっています。今回の私たちの結果は、鳥の群れが向きを揃えるのと同じようにスピンの向きを揃えることができる、そのメカニズムを見出したものと言えます。つまりこれを使って磁石を生み出すことができることを指しています。残念ながら今回の結果は直接電子には適用できないんですが、今回の結果を拡張して現実の磁石や磁気メモリなど新しい技術に応用していけたらなと考えています。この研究の話をさらに詳しく知りたいという方は、プレスリリースの記事をご覧ください。概要欄からアクセス可能になっています。今回の研究は私の専門とする物性物理学や非平行物質層に関連するものです。これについては以前こちらの YouTube チャンネルでお話しした動画がありますので、ぜひご覧ください。こちらも概要欄からアクセスできるようになっています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。さようなら。